はい、おはようございます。福島ツーリング2日目ですね。朝からね、宿出るところからオープニング撮ろうと思ってね、撮ってたんですけどね、またこのね、マイクが抜けてます。もうかれこれ30分、40分ぐらいね、走ってるんですけど、もう独り言になっちゃいましたね。ということでね、オープニング撮り直してますが、今日はね、福島県の西側ですね。西会津。こちらにちょっとね、向かっていきたいと思います。今までね、福島の中央寄りをね、ずっと去年もね、ツーリングしたんですが、今回はね、西側ということで、奥会津のね、ノスタルジックな感じがね、お届けできたらと思いますので、今日もよろしくお願いします。ということでね、早速行きましょう。今いた場所はね、道の駅、大瀬街道三島宿ですね。ここから向かいたいと思います。朝起きてね、天候はもうすこぶる曇天でね、厚い雲に覆われてましたね。昨日、磐梯吾妻スカイライン行ってよかったですね。もうね、焼き芋は今日はね、完全にもう諦めて、もうね、一直線で奥会津に向かっております。で、今走ってるのは国道252号線って言ってね、只見線と只見川とこの国道がね、折り重なってる道なんですけど、ちょっとね、その只見線のところのある駅の方にね、行きたいと思います。結構ね、これ映像じゃ分かりにくいんですけど、壮大ですよ、これ。そもそもこの木一本一本がね、相当でかいんですよ、これ。今何やってんのかなと思ったら、鉄橋を通る電車を通ろうとしてたのかな、あれ。ごついカメラ持ってね、待機してましたよね。今見た鉄橋ってあれかな、只見線なのかな。YouTube でね、拝見してた限りは結構ね、やっぱりレトロな単線の鉄道でしたね。これ電車って言っちゃまずいんだよね、これね。
只見川っていうのは結構幅もあってね、このなんだろう、山の具合とトンネルとスノーシェットか。結構絵になりますね、ここ。すごい綺麗。これ晴れてたら最高だな、これ。まあね、金山町っていうところにね、入ってきましたけどね。金山町っていうのもね、ちょっと後ほど寄ってみたいところですね。はい、ということでね、隼人駅と金山町でした。すごくね、昭和な感じがね、そのまま残ってて、ちょっとね、鉄道って思ってたんですけど、実際走ってたのね、JR 線、2両の JR 線でしたけどね。ちょうどね、さっき電車を撮ったところは、この金山ふれあい広場っていうところでね、ここね、ちょっと下降りられるんで、もう電車とね、同じ高さでね、撮ることができましたね。で、ちょうどね、ふれあい広場のところで、電車待ちしてたらね、若者がやってきてね、ちょっと話してみたら、23歳で府中からね、レンタカー借りて、北上してるんですっていうこと、すげえなーと思ってね。で、この後、電車来るよっつったら、じゃあちょっと待ってますなんつってね、ちょっとお話ししてましたけど、23歳でね、普通のサラリーマンをやりつつ、自分でもね、起業してるってことでね、なんかね、話し方もすごいしっかりしてて、やっぱり最近の23歳すげえなって感じましたね。もう、自分が23歳の頃何やってたかなんてね、もう単なる鼻垂れ小僧でしかなかったですからね。もういろんな将来のビジョンを持ってるんだなっていうね、もう最近の若者っていう感じでしたね。なんかこういう出会いがあるっていうのも楽しいですね。もっと早い段階からやってりゃよかったな、バイク乗ってね。後悔してもしょうがないけど。で、この後向かうのは、このままね、下ってって、昭和村っていうところですね。ここね、秋にはすごく大きなイチョウの木があるところでね、なんか栗丸小っていう跡地なのかな。すごい古い小学校ですね。秋に来れればね、一番良かったんですけど、この時期に行ってもいいでしょ。
今ね、クイマルショーに行く途中なんですけど、桜ね、すごいっすね。満開ですよ。この時期桜見れるんですね。昨日もね、ちょっとだけあって、おーすげえすげえって言ってたんですけどね。これ桜プロジェクトにすればよかったなっていうぐらいね、立派な桜でしたよ。福島県だったらゴールデンウィークでも桜見れるんですね。あ、すごく昭和。ええあ、バイクはこっちか。すごい静か。はい、到着しました。いやー、すごいレトロ感のある小学校でしたね。これはもう僕らの世代じゃなくて、その親の世代が通ってる時代の小学校とかね、それぐらいの時代ですよね。おばあちゃんの時代とかね。それがその建物が残ってるっていうこと自体がすごいっすよね。中もね、黒板とかね、机とかね、まあ、自分の時代の一個前の世代のものだから、すごくなんかね、味のある学校、ここでね、勉強してたっていうのは、すごいですね。当時は今はね、エアコンついてますけど、エアコンなんかないでしょうからね。まあちょっとね、すぐね、隣の綺麗めの建物の方がね、カフェということで、そこでね、昼食と思ってたんですが、まあね、ちょっと Google マップあるあるでね、お休みでしたので、ちょっとね、違うところのカフェ、すぐ近くなんですけど、そちらの方にね、行きたいと思います。はい、じゃあ、クイマルショーさんね、ノスタルジックな時間をありがとうございました。もう間もなくね、到着するんですけど、ここで来る前に、あったあったあった。これかこれねこれだよね。あ、電気ついてる。よかった。他のね、お店結構閉まってたんすよね。ファーマーズカフェさん。はい。到着しました。多分やってんな、これな。
よかった。はい、じゃあご飯食べていきましょう。メインはお蕎麦っすね。店主さんがね、自分で引いている蕎麦ということで、ざる蕎麦をね、いただいたんですけど、なんかね、すごく上品なお蕎麦っていう感じでね、平打ちな感じがしたんで、美味しかったっすね。でね、それとは別にバンデー餅っていうね、なんか名物があったんで頼んでみたんですけど、お餅がね、なんだろうな、よく関東で食ってる、ねっとりとした餅じゃなくてね、なんだろう、ついてない餅なのかな。すごく、粗いうるち米っていうことで、で、あんこをね、頼んだんですけど、あんこがね、またね、結構特徴的で、甘さはもう本当、ほんのり甘いぐらいで、小豆の味がして、ちょっとしょっぱいんですよ。だから甘じょっぱっていう感じのね、餅で、なかなかね、これ、食べたことなかったですね。甘さ控えめっていうのはね、聞いたりはするんですけど、そこにね、しょっぱいのが入ってくるって結構美味しかったっすね。はい、ということでね、今回はゴールデンウィークに1泊2日でね、福島ツーリングしてきました。エコーライン、バンダイアズマスカイラインね、最高でしたね。で、2日目もね、ノスタルジックなところを回ってきて、結構こういう、なんだろうな、秘境とまではいかないですけど、ね、観光地だけど、そんなに人が来ないところって結構穴場だなと感じましたね。先日ね、嬉しいコメントもらいまして、バイクはね、全く乗らない人がね、見てくれたみたいなんですけど、バイクに興味はないけど、見ててね、なんか楽しいっていうね、コメントをいただきました。なんかね、こうやってモトブログやっててね、全くバイクに興味ない人が見てくれるっていうのは、昨年末ね、伊勢島行った時の、エンディングの時にね、ちょろっと話してた、バイクの楽しさが伝わればいいなっていうね、ところの部分がね、こうやって文字としてコメントでいただけたっていうのはね、すごく嬉しかったですね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、どれか一つでもいいんでね、いただけたら幸いでございますので、よろしくお願いいたします。でもね、雨降ってきちゃったんで、もう帰りますんで、東京はね、もう 100% 雨ってなってましたけどね、まあ、びしょ濡れになる前にね、これね、有線マイクだからちょっともう雨濡れちゃうともう完全にダメになってしまいますんで、ここでね、さよならさせていただきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お、危ない危ない。